これはもうすごいですね。これ芽がね、この春からこのハサミの先、ここからねここまでビューッとね、まあこれは大きい方です。このサイズの盆栽に対してこんだけ芽がビュンビュン出たらね、もうこれはもう絶対目切りした方がいいです。ここまで元気だったら。盆栽からしたらもったいない松盆栽生産日本一の高松の盆栽園北谷4世4代目北谷隆一です。今回ですね、目切り、最近目切りの話題ばっかなんですけど、目切りをねしない方がいいのはこんな感じと、こういう状態の子は目切りをしないでくださいっていうようなね、そういうご説明をしていきます。本題に入る前に少しだけお時間ください。今無料のメールマガジン引き続きやっております。もう3000人以上のご登録いただいて、もう100通以上今もう、定期的に届きます。100通目が届くのいつになるのかなぐらいいっぱいあるんですけど、概要欄からねメール探していただいて、メールアドレス登録するだけで綺麗な文章でね勉強しやすい感じで届きますので、そちらもよろしくお願いします。はい、では本題に戻ります。目切りなんですけど、そもそも目切りの目的は、芽の平均化と、あと秋冬頃がね、松の、一番きれいに見せる時期なんですけど、その時に対してその葉の長さを調整する、葉の長さっていうのは切って剃れるんじゃなくて、この目切りをした麓からね2番目っていうのが出るんですけど、それの葉っぱの長さがちょうどよくなるように、目切りのタイミングを考えて、目切りをすると。だから目切りの目的はその2番目の葉の長さ、大きさ、その芽自体の大きさ、それをうまくやるのが目切りという。で切ったとこからね2つ3つ芽が出たりするんでね、芽数が増えるっていうのもまた目的の一つだったりするんですけど、そういう目切りをですねした方がいい木としない方がいい木っていうのがあります。こちら全体に芽が小さいです。で芽っていう僕が今呼んでるのはこの今ハサミの先ちょっとトゲトゲっとしてます。これがだんだんね葉っぱになってくるんですけど、トゲトゲ一つ一つがね今あるこの葉っぱみたいになるんですけど、これがちょっと小さすぎますね。でなおかつねこの木に関しては、つい先日冬に植え替えしてるんで根をしっかり切られてる分芽もね今の時点で今日5月の初旬なんですけど、今の時点で伸びてないし、これからもあんま伸びません。でこれで目切りをすると2番目が出る可能性が低いですね。だからこういうのは目切りをしない方がいいです。出たとしてもね弱い感じになったりとかね、で目切りって絶対しなくちゃいけないもんでもないんで、結局葉の長さなんですけど、こんだけ今で小さくて根も切られてたら多分そんな葉伸びないと思います。中途半端にちょこちょことね半分ぐらい切ったら残された半分の芽がね葉が長くなるとかあるんですけども、全体に切らなかったら栄養も分散されてね、そんなに目立つようなボサボサ具合にはならないと思います。でちなみにですけどこちらこれはもうすごいですね。これ芽がねこの春からこのハサミの先、ここからねここまでビューッとね、これは大きい方です。このサイズの盆栽に対してこんだけ芽がビュンビュン出たらね、もうこれはもう絶対目切りした方がいいです。ここまで元気だったら。これしなかったらもう形が崩れちゃうんでね、これは絶対にした方がいい。なおかつその植え替えでいうと、植え替えしてことは多分2年ぐらいかな、植え替え2年目ぐらいがね一番元気がいいんですけど、だからもうモリモリですね。だから目切りの時はこの長いのを切る上にこの脇に小さいのもおるでしょ、これも切ります。もうとにかくこんだけ全部が全部元気な芽で、その大きい小さいの差があんまりない、もうこれも目切りに一番適してますね。ちなみにこの木だったら6月の下旬もしくはこの鉢の容量に対して芽数があんまりないんで7月初旬でもいいかなっていう、もう一番遅いぐらい、これぐらい元気だったら
それぐらいに切ってやってもいいですね。もう2度目切りもまあしなくてもいいぐらい、はい、そんな感じの状態ですね。だからこれはもう芽切りを絶対した方がいい元気な木。こちらは芽切りをしない方がいい、あんまり今この段階で元気じゃない。ただこれもね、植え替えして丸1年経って植え替えしてから2年目ですってなったら多分ね、これに近いぐらいの芽の強さになってくると思います。その時にはしっかり切ってあげましょう。はい、じゃあ今日はですね、芽切りをしない方がいい木はこんな状態ですよっていうのを、お伝えさせていただきました。はい、では本日は以上です。盆栽からしたらもったいない北谷温泉4代目北谷隆一でした。チャンネル登録高評価メールマガジンもよろしくお願いします。